日は菊をね描いてみたいと思います。秋も終わりに近づきまして、花の種類も減ってしまいました。菊はねまだまだ綺麗です。いつもですとね句といえどもボリュームを出して描いていたんですが、今日はねちょっと趣のある描き方をやってみようかなと思います。今日の紙です。ホワイトワトソンを 5M サイズに切っています。絵の具ですね。ホルベインです。クリムソンレーキ、ピロールレッド、ガンボージーノーバ、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バントアンバー、以上7色でね描いてみようと思います。いつもですとねここにサップグリーンが入ってくるわけなんですが、今日はねあえてサップグリーンを使わずに、シックな色合いになるように頑張って描いてみようかなと思います。色見本を作ってみますね。この菊色とりどりなんですが、黄色から赤にかけてのねこういうちょっと渋い系の黄色を中心にやってみようと思います。中心になる黄色、ガンボージーですね。これをちょっと薄く溶いてみます。はい、こんな綺麗な黄色ですね。これにちょっとだけクリムソンを入れてみます。こんな感じです。クリムソンではなくってピロールレッドを入れてみます。はい、こんな感じですね。これにさらにバンタンバーを入れてみます。これちょっとかなり渋くなってきます。で、葉っぱなんですが、ガンボージーと青、例えばセルリアンですね。バンタアンバーをメインにしてセルリアンを混ぜて緑っぽい灰色にする。あるいはもっと深い灰色っぽい緑色にするためにはコバルトブルー、あるいはウルトラマリンディープですね。こんな感じでねかなりシックな色合いになるかなと思いますね。だからこの辺をねちょっとお水でつなげてみますよ。こんな感じになろうかと思います。そこはかとなくそこへ黄色が入ってきて、全体的にはこう穏やかな秋の風情っていうことになろうかと思います。じゃあ下絵を描いていきますね。今日はねちゃんと下絵を描きます。右上からの光にしておきますね。そうすると左下からこう伸び上がる。で今日は少しね、趣のある線を出したいので、例えばこんな感じです。直線的に描かない。菊ってねこう直線のイメージが強いんですけど、そんなに大きな菊ではありませんから、軸もね結構ぐにゃっと曲がりますよっていうことで描いていこうと思います。中心となるべきはここの真ん中中央ですね。このラインを通ったここあたりからこういうふうにね作っていこうと思いますね。で下にも下がってこっちにも行きますよ。だけどメインはこの流れですっていうことですね。ちょっと試しに1個描いてみますよ。これ描いてみますね。中心の花です。真正面を向かせないっていうことが大切かなと思います。この花の場合は右上っていうことでやってみます。ちょっと濃いめに描いてみます。これが真ん中のおしべめしべ、これが本来の花ですの集まりがあって、そこから花びらが乱れながらついているわけです。枚数もねかなり多いんですけど、それがきれいに揃っていないっていうところがミソですね。実際の花びらの数よりもぐっと減らして描かれた方がいいんじゃないかなと思います。あまりにも描きすぎ、多く描かない方がいいと思いますね。こんな感じで描いてみました。他の菊もね描いてみますね。はい、下書きがね描けました。マスキング液を塗っていきます。例えばねこういう花びらの数枚をね
マスキングしておくといいかなと思います。あるいはごく一部で真ん中のおしべ飯をね置いとく。はい、じゃあちょっとやってみますね。それからね、葉っぱの葉脈ですね。これもちょっとやっとかれてもいいかなと思います。ちょっとやってみます。はい、マスキング液ね、乾きました。それでは下塗りに入っていきます。ガンボージーですね。しっかり薄く溶いて、この真ん中あたりですね、しっかり入れます。葉っぱとか花とか関係なくね、入れていってください。水筆でぼかします。しっかりぼかしますね。はい。ピロールレッド入れます。あんまりね、しっかり混ぜなくていいですね。さっと混ぜる程度でいいですよ。葉っぱ込み込みで入れていきますね。続いてクリムソンを混ぜます。この続きにね、ちょっと差し込みますね。はい。そしてこれはもうね、ちょっとこの辺のお水が入っていないとこだけをにじませます。あまりにもね、お水が多いところは点々と取っていきます。はい、続いて葉っぱの色ですね。バーントアンバーとセルリアンを混ぜます。ちょっとだけガンボージーを混ぜます。こんな感じのね、渋い色です。あまり混ぜすぎない方がいいと思いますね。青いところもちょっとあり。はい、しっかりお水でぼかします。もうちょっと青色系が欲しいので、コバルトブルー純色をちょっと混ぜて、こういうところにね置いていきます。しっかりぼかしますね。取ります。ほとんど取っちゃうぐらいの感じでね、取ってくださった方がいいかなと思いますね。はい、じゃあこれでちょっと乾かします。はい、下塗りがね乾きました。細かい作業に入っていこうと思います。今回はかなり細かく、少し小さめの筆がいいかなと思いますね。1枚ずつ塗っていきます。ガンボージーを溶いて、例えばこの1枚ですね、この1枚の付け根に置きますよ。それを先端に向かってグラデーションさせていきます。でその次をすぐ塗っちゃうとにじんでしまいますので、1つ開ける、1つでも2つでもね、ちょっと開けておいてやっていくっていうことですね。こういう作業をやっていきます。でまだこれ乾いていませんよね。でそこへ例えばピロールレッドをちょっとね垂らし込むとかね、これがずっとこうにじんでいって少し根元が赤くなって根元の方が暗く感じるわけですね。それから例えば赤ではなくって場所によってはこちらの方ねちょっとやってみますよ。根元にガンボージを置いて先端に向かって水筆で伸ばしておいて根元にバーントアンバーを入れます。ちょっと地味になりますよね。根元が茶色っぽくなりますのでね。例えば同じようにガンボージを置いて先端に伸ばして今度は、クリムソンをね差し込んでみます。同じ赤でもちょっと雰囲気がね変わりますのでね、こんな風にしながら花びらを塗っていきますね。
願望字の入れ方も、いつも根元でないといけないっていうわけではありません。例えば先端から入れていくっていうこともありうるわけですね。でピロールレッドを、差し込むのは基本根元にっていうことにはなりますね。根元の方が暗いわけですからね。でそうしながら花びらは塗っていきます。そして今度葉っぱの方ですね。葉っぱはセルリアンブルーと願望字で、緑っぽい色を作りますよ。でこれも根元に置いて先端に向かって伸ばします。で場所によってはバーントアンバーを差し込んでみたり、あるいはピロールレッドを差し込んでみたりっていうことで、葉っぱだからといってね緑っぽい色を一色でいくっていうことではないんですね。花びらほど明るい色ではないにしてもかなりねカラフルにしておくべきかなっていう気がします。こんな感じですね。はい、じゃあね鉛筆で描いたものはだいたいこういう感じで塗っていってみますね。はい、鉛筆で描いてある花と葉っぱについては全部色が入りました。こういうところですね、隙間がかなり広いので花とか葉っぱを足していこうと思います。その時の色なんですが、願望字にバーンタンバーをちょっと入れて少しね茶色に傾けます。この線から出たお花がこの辺りで後ろにね開いておりましたよみたいなことがちらっと見えましたっていうことですね。例えばねこういうところにもねちょっと葉っぱも足しときます。茶色がかった、ね、色がいいかなと思いますのでバンタンバーとセルリアンを混ぜました。刻みもつけておかれた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあこれで一旦乾かしてマスキング液を取ります。はい、マスキング液ね取りました。取った後がねこうちょっと白々と残ってしまっていますのでそこをちょっと手当てしていこうと思います。願望字ノーバーとピローレッドを合わせた色ですね。線描をしていきます。広い花びらの場合中にちょっとねこういうふうにシワを入れられるといいですね。筋目を立てるといいかなと思います。はい、こんなふうにやっていってみてください。それから葉脈がちょっとこれ太く残りすぎちゃっていますのでセルリアンとバンタンバーを混ぜたような色ですね。かけて潰しておきますね、ある程度ね。で乾いた後にまたもう一回筋目を立てます。今度は茎を描きます。願望字ノーバーとバーントアンバーとちょっと暗くしたいのでウルトラマリンディープをちょっと入れます。額の塗り残している部分も線描で一応ねつけておこうと思います。はい、このようなことをねちょっとやってみますよ。線描がね花びらと葉っぱそれぞれにしてみました。でまだやってない部分、真ん中のおしべめしべの集まりです。でこれ手でね点々としてもいいんですが願望字をスパッタリングで散らします。あとね絵の具で描き足した部分の、額の部分ですよね。これをうっすらとね
バンタンバーとセルリアンブルーを混ぜたぐらいの色で薄めにします。で、ここですよね。こう1枚ね足しました。ここが開いちゃってる感じがしましたので、花びらの色もちょっとつけておきます。ここの部分ですね、今散らしましたが、それに加えてバーントアンバーを手でちょんちょんとね差し込んでおきます。それでここがちょっとうるさいので潰しておきます。バーントアンバーとウルトラマリンディープですね。始末をしておきます。でちょっとね全体的に華やかさがもうちょっと欲しいかなと思いますので、ガンボージをここの中にねスパッタリングしたようにこの辺りにも少しね散らしておきます。それとこちらの方は少しねピロールレッドを加えたような色をちょっと散らしておきます。ここ額をちょっと忘れておりました。少しねそこうっすらとね額っぽい。はい、じゃあこれでね一応完成にしたいと思います。サインを入れておきますね。時間が経って薄くなりますので、その時点でねちょっと色を加えたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね時間が経って検討してみました。この流れが見えてきていないんですね。ここがちょっと弱いからこれも1個だけではちょっと弱いような気がします。この辺に色を入れて強調していこうと思います。ここの花びらの付け根、ここにピロールレッドをねちょっと多めに入れます。伸ばしますね。この真ん中ですよね。おしべめしべの塊ですが、これをもうちょっとねバンタンバーの小さい粒々をもうちょっと入れていきますね。黄色のプツプツも入れておきますね。はい、そしてこちらの花のねここら辺もちょっと赤を差し込みます。でそしてね茎がちょっと弱いんですね。細い、一色で描いてるだけなのでちょっと弱かったと思います。もうちょっとね緑っぽい色にしてみようかなと思うので、ガーボンジーとコバルトブルーを混ぜて暗いね緑を作りました。もうちょっと太くします。ここもねちょっと弱かったですね。で線描でね葉っぱをちょっと足そうと思います。暗い方がいいのでバンタンバーとウルトラマリンディープですね。ちょっとだけガーボンジーも入れます。こういうところに葉っぱを、これはねもう線描だけにしておこうかなと思いますね。あまり乗っちゃうと重苦しくなるんじゃないかなっていう気がしますね。つぼみをねちょっと足しておきます。これの花びらもねちょっとだけね強くしておこうと思います。ここに1枚足します。赤色をちょっとここへ足しておきますね。つぼみの中にね。こ
こにもちょっと葉っぱを足しますよ。ここにもちょっとね1枚葉っぱ足しておきます。ここに少しだけ色を入れますね。はい、じゃあこれで完成です。